はい、皆さんこんにちは。今回はついに乗ってしまいましたね。BMW M340i の後期型。それでは行きましょう。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きリーマンチャンネルです。今回はですね、BMW3 シリーズの M340i X ドライブの LCI モデル後期型ということで試乗してまいりました。私自身が M340i の前期型乗っていますので、この後期型とても気になるモデルではあります。果たしてですね、どんな違いがあるのかということを前期オーナーとしてですね、レビューしたいと思います。よろしければチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは早速乗り込んでイグニッションオンということで、やはりですね、この 340i ですね、直列6気筒なので、エンジンかけた時の吹き上がりというか、もうそこから気持ちいいなと思いますよね。早速試乗していきたいと思いますが、エクステリアについては街で見ることも増えたかなと思いますが、後期型となってよりモダンな感じがアップしたなというのを思います。前期型はですね、いい意味でスポーツセダン、ザ・セダンみたいな感じだったんですけれども、この後期型になってグリルが変更されたことによってですね、より洗練された感じが増したかなと思いますね。おしゃれ感というか、ここら辺は好みが分かれるところだと思いますけれども、どっちもいいなと思います。そして今乗っていて分かるようにですね、カーブドディスプレイが搭載されたことによって先進感はかなりアップしてるなというふうに前期オーナーとしても思います。そしてですね、相変わらず走り出しいいですね。滑らかです。本当にフィーリングが気持ちいい。車の挙動が素直というか、やはりセダンとして完成されているなと3シリーズ思いますよね。このカーブを曲がってるだけで気持ちいいなと思います。そしてですね、この後期型になって一番残念だなと私が思うのは、皆さんも同じですかね、シフトノブがなくなったということですね。BMW のシフトノブ大好きだったんですけど、この後期型になってですね、シフトなくなってしまったんですよね。このシフトを操作して変速させるっていうのも結構パドルシフトありながらもやったんですけれども、ちょっと今回なくなってしまったので、変速させるには、パドルシフトでやらなきゃいけないということになります。ここはですね、好みやはり分かれるところだなと思いますけれども、昨今の電気自動車を含めたですね、先進性を追求する意味でちょっと避けられないのかなというふうには思います。この後ですね、スポーツモードにしながら踏み込んでみたいと思いますけれども、ここでスペックのおさらいをしていきましょうか。M340i ですね、3リッター直列6気筒ターボエンジンを積んでいて、馬力が387馬力、トルクが500ニュートンメートルということで、非常にパワフルだと思います。またですね、M3 と違ってですね、M パフォーマンスモデルなので、このようにですね、気持ちいい走りと快適性の両立が高い次元で達成されているというモデルがやっぱり特徴だなと思いますね。M3 になると本当に激しくてですね、もうサーキット行きますよっていう感じもあるんですけれども、この M パフォーマンスモデルであれば街乗りの両立もできるかなというふうに感じられます。まさに万能選手と言えるんじゃないでしょうかね。前期型と比べてのフィーリングですけれども、私実際前期型乗ってるので非常によくわかるんですけれども、正直ですね、そこまで大きな違いはないと思います。パワートレインが同じっていうのがやはり大きいと思うんですけれども、今回ですね、後期型となった時に、やはりハイブリッド化されなかったっていうのが大きなところかなと思います。おそらくフルモデルチェンジされる次の3シリーズではハイブリッドモデルも出てくるのかなと思いますけれども、現行型としては純ガソリンエンジンの3リッターのものと直列4気筒の2リッターのものがラインナップされているということで、
前期型と後期型でこのガソリンエンジンの良さというのは変わってないのかなと思いますね。ここら辺については前期型のオーナーさんにとってあまり差がないということで嬉しいところかなと思いますが、やはり先ほどお伝えした通りですね、先進性は増しているので後期型がいいという方は後期型を選ばれるべきかなと思いますね。いやー、やっぱそれにしてもいいですね。静粛性も相変わらず高いなと思います。今ですね、踏み込めそうなところ、このカーブの後ですかね、ちょっと来てると思いますので行ってみましょうか。ちょっとまだですかね。はい。ただですね、この低速で走っている時にもですね、スムーズさ非常にあるなと思います。ZF のスポーツ AT はですね、出来が素晴らしいと思いますね。ここら辺が。ではちょっとスポーツモードにして行ってみましょうか。ここがたまらないんですよね。おー、まさに官能的なフィーリングだと思いますね。非常にスムーズかつパワフルで、トルクがですねリニアに盛り上がってくるというのが本当に感じられます。ここら辺がですねBMW のエンジンの良さだなと思います。今やですね3シリーズも価格としては M340i が1000万円と新車価格でなりましたので、なかなかこの値段かというのは感じられるかもしれませんけれども、スポーツセダンでこのフィーリングで、この内装で、そして BMW の直列6気筒のエンジンでということで求めていくとですね、逆にですね他にないんじゃないかなと私は思ってますね。国産については元より比較対象がないのは当然ですけれども、ライバルとなるメルセデス・ベンツや、少し最近元気ないですけれどもアウディについてはですね、メルセデスが C クラス、アウディが A4 ということになりますけれども、このどちらもですね2リッターの直列4気筒でターボ下級されているラインナップになってきますので、ちょっと3リッターのですね直列6気筒とは少し違ってくるのかなと思いますね。もちろんダウンサイジングということで2リッターでどれだけパワーを出せるかというのと、ハイブリッドシステムと組み合わせということをですねメルセデスやってるかと思いますけれども、そういった意味でですね、純ガソリンエンジンのもので、ハイパワー版、そして乗り心地も両立ということであれば、やはりこの BMW の3シリーズっていうのはセダン、スポーツセダンのベンチマークでやっぱりいるのかなというふうに思います。今回ですね試乗してみて、ズバリ乗り換えますかと言ったところで言うと、前期型との差が小さいのでちょっと乗り換えを積極的にしなくてもいいのかなと思います。ただですね、今違うモデルに乗っていて3シリーズのセダンが気になるよという方は後期型おすすめだと思いますね。ぜひ今のうちに乗るべきセダンじゃないかなと思います。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。